はいどうもこんにちは、ヒロです。最近ねすごい登録者数が増えてきて本当にありがとうございます。で、なんで今日はこうやって喋ろうとしてるかっていうと、めちゃくちゃ面白い質問というかね、メッセージが来たんですよ。なんで秋田がそんなに好きなんですかって来たんですねちょっと面白かったんで動画にもしてみようかなと思いました。で、私がなんでこの秋田好きになったのかみたいなね、そんなところをお話したいなと思ってます。ヒロの田舎暮らし。そうですね、まずそもそもね、私秋田県民ではないんですよ。大阪出身なんですね。なんでこうやって動画でどんどん関西弁が出ちゃってるかと思うんですけど、大阪で生まれてます。で、高校卒業して、最初はね長野県のホテルとかちょこちょこ働いて、でその後東京のねホテルで働きました。面白かったのはそれがね、2008年ぐらいかな。東京のホテルのお客さんの半分ぐらいが海外の人やったんですよね。まだ外国人観光客ブームとか来てなかったんですけど、東京にはたくさんの外国人の宿泊客がいたんですよ。で、私ベルボーイだったんで、チェックイン終わったお客さん部屋にご案内するんですけど、例えばエグゼクティブフロアみたいなね、いいフロアのお部屋にご案内して、お部屋入ってもらって、ちょっと部屋の説明なんかしながら、いいタイミングで電動のカーテンポチって押してウィーンってね開くじゃないですか。そして景色見せてどうでしょうみたいな How is it? みたいな感じでね聞いたら、お客さんはねテリフィックっていうわけですね。テリフィックって何って言ったらちょっと難しいワードで、すごいとか若者風に言うとやばいみたいな、話だったり、そういう感じなんですよ。これってねポジティブにもネガティブにも取れる感じで、なんとなくねお客さんの顔見てたらちょっとネガティブな風に言ってるわけです。で、よくよく話聞くと、その人はそもそもニューヨーク出身の方でニューヨークに住んでるわけですね。で、出張でいろんなとこ回ってて、このホテルに来る前も、韓国のソウルで仕事してたというわけなんですね。ニューヨークからソウルに出張して、そして東京へみたいなね。View is the same とか言い出すんですよ。いやほんまにと思ったけど、確かに、ニューヨークから見えるマンハッタン、ソウルから見えるソウルタワー、東京から見える東京タワー、似てるっちゃ似てるかみたいなね。だからあんまり驚きがないと。逆に話してると、その人は実は日本がすごい好きで、もっと日本のディープなところを紹介してほしいと。I know Tokyo very much. I wanna know more deep in Japan とか言うわけですね。もっと深い日本知りたいとか言い出して、なるほどね。じゃあと思って、長野県の温泉旅館とか紹介してみたんですよ。How is it 温泉旅館 Do you know おかみ おかみ is a kind of system of hospitality in Japan とか言い出してね、なんかそんな感じで盛り上げてたら、いいねそれ、おかみ I wanna meet her とか言い出して、それで紹介したら実際その人長野の温泉旅館行ってくれたりして、こういう方がウケるんだと思ってね、これもしかして海外の人たち今後地方都市にどんどん行くんじゃないかと思ってね、これはチャンス来るかもと思って、それでちょっと調べてたんですよ。それで見つけたのが秋田県だったんです。秋田県にね国際教養大学っていう大学があるんですけど、そこはめちゃめちゃちっちゃい大学で学生数が1000人ぐらいしかいないんですよね。でそのうちの5分の1200人が外国人やと、そんな環境だったんですよ。山の奥にあるポツンとした大学に海外の人たちがたくさんいるって、その環境に惹かれて私は秋田に移住することになったんですね。で、入学してからは車はなかったんですけど自転車だけあったんですよね。それで、その自転車に乗っていろんなとこ回ってたんです、最初は。そしたら大学からちょっとね降りたところに一本川があって、でその橋の上からその川の下見たんですよね。そしたらめちゃくちゃ綺麗で透明な水が流れてて、その下もちろんそこは見えてるし、魚がねぴょぴょ泳いでるわけですね。すごいなと思って、もっと上流に行ってみようと思って、どんどん川をね登ってったんですよね。そうするとどんどん川がちっちゃくなって細くなって、で水は綺麗さを増して、すんごい場所に到着したんですね。で、その時に撮った写真があるんですよ。それがねこちら、ここに見せようかな。こちらどうですかこれね、思わずめちゃくちゃ綺麗で浅かったんで、私は
川入ってるんですよ。入ってその真ん中からバシッて取ったんですけど、すごくないですか。これが県庁所在地の秋田市にある川なんですよ。わ、すごいなと思って、いやこれ留学生連れてきたら喜ぶんじゃないかなと思ってね。でそっからもういろんなことやりました。最初にやったのはもうこの留学生を対象にいろんな場所に連れて行くっていうね、ツアーをやりました。みんなでねそのバス代をシェアするんですが、全然人集まっちゃうんですね。いや本当に楽しくて、そんな感じでどんどん私自身がこう秋田を知っていくようになったんですね。で卒業後この秋田に残って自分で仕事をしようということで、秋田にそのまま残ることになりました。で本題の秋田のどこが好きなんですかっていう話ですよね。私の中でパッと思いつくのは3つなんですよ。で1つ目はやっぱりこの大自然ですよ。最高の自然、この風景はやっぱり何者にも代え難くて、日常生活に自然があるっていうのはすごい価値で、例えば大学で試験だったりプレゼンとかね、しかも英語でしないといけないプレゼンなんかね、最初やっぱすっごい緊張したんですよ。もう汗ダクダクなりながらプレゼンして、なんとか終わったって言って、大阪やったらねそっから大学出て電車乗って満員電車の中家に帰るみたいな感じかもしれないんですけど、この秋田の場合はその一旦教室を出て外に出た瞬間にめちゃめちゃ空気が綺麗で、山の匂いがして、なんか日暮らしなんかね泣いちゃったりなんかして、ものすごいリラックスするんですよね。日常に自然があるってこんなに価値があるんだっていうのは秋田に来てから初めて気がつきましたね。2つ目は、これも自然に関することなんですけど、食材なんですよ。秋田の食材がめちゃくちゃ美味しいんです。でこれなんでかって言ったらほんとシンプルなんですけど、新鮮やからなんですよ。で例えば地域の人たちが取った野菜はその日中にその辺の直売所とか道の駅に並んでるわけなんですよ。馴染みのある野菜とかも新鮮な野菜を食べると全然味が違うんですよ。最初に感動したのはね、ブロッコリー、朝どれのブロッコリーってすごく美味しくて、なんか湯がいて塩つけて食べるんですけど、この茎の部分がすんごいホクホクしててめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんか大手のスーパーとかで買うと、大体海外のものでどれだけの日数が経ってるかよく分かんない。でも秋田だったらすぐそこに道の駅があって朝どれのものがすぐ食べれるんですよ。これがすごく美味しい。でもちろんこうやって栽培物みたいなのもそうですし、秋田にあるのは天然物なんですよ。山菜とかキノコとか、これがね本当に美味しくて、もちろん都会にも山菜って出回ってると思うんですけど、ほとんどの場合多分栽培物で、例えばタラの芽とかもこんなちっちゃいやつやと思うんですよ。でも秋田の場合のタラの芽ってこんなんなんですよ。もう画面に入らないぐらい大きくてすっごい美味しいんですよね。これは本当地方都市の価値だなと思いました。3つ目はやっぱり人ですよ。人の関係性がすごく近くて、私にとっては最高の環境です。なぜ人の関係性が近いかって言ったら、本当にシンプルな話、人口が少ないこれですね。例えば私の好きな、羽後町、秋田県羽後町ってあるんですけど、そこの人口は、だいたいね1万5000人ぐらいのはずです。なんだったらその辺の総合大学より人数少ないじゃないですか。1万5000人っていう数ってすごく良くて、だいたい知り合いなんですねそうするとね、もうその時点でかなりの安心感があるわけですよ。なんか地元帰ってきたなみたいなね、全然地元じゃないんですけど、なんか安心感がある。例えばね、もうちょっと行くと、その知ってるような、人と喋ると、その人の知り合いは大体私の知り合いになってるっていう、この安心感半端ないんですね。もちろん良し悪しあるんですよ。例えば私が羽後町に入り出した頃だと、道の駅に入るとみんな見てくるわけです。なぜか1万5000人のうちの1人に見えないからなんですね。もう異質感が半端ないわけですよ。そうするとみんな見てくるね。こういうことはあるんです。でもこれが日が経ってだんだんこいつもよく来るようになったな、よくいるよね、たまになんかで見るよねってなってくるとうちの人間として認知されて、私に安心感がやってくる。
秋田の良さっていうか地方都市の良さってこういうことかなと思っていて、だから一つ目は自然、日常の中にすぐ自然が感じられるというこの環境、そして2つ目が食材、なぜ美味しいか、新鮮だからシンプル、で3つ目が人は人口は少ないけれどもその分人とのつながりすごく感じられて、みんな知り合いがいる中に自分も所属しているというような安心感が得られる。なんかそんなところがやっぱり秋田の良さかなと思いますね。別に秋田だからっていうわけではなくて、地方都市だと大体今の3つってあって、それでいいと思うんですよね。そういった本当シンプルなんですけど、そういったところに価値があるのかなと思ってます。ヒロの田舎暮らし。はい、かなりね長く喋って、これ何分の動画になるかな、これが需要があるか分かんないんですけど、今後はねこうやってちょっと喋りの動画とかも入れて、なんていうかな、今までの動画ってこう私が週末に楽しんでいる、田舎遊びの魅力みたいなのを発信してるんですけど、実際に移住者である私がどんな生活をしてるかとか、実際移住してみてどんな風に感じたとかっていう話をね、こう少しずつシェアしていけたらなと思ってます。ぜひね、皆さん今後もね少しずつ見ていただいて、移住者がねどんな風に秋田楽しむんかなみたいなところをねどんどん共有していくんで、ぜひ、続けて見ていただければありがたいです。それではまた次回、ほなね。